こんばんは。今日もライブをさせていただきます。今日も暑いですね。結構暑い。気温はわからないけど、結構暑いです。雨が降らないから、もうちょっと雨降ってほしいですね。冷えてほしいかなって思ってます。なんかね、今ね、新聞読んだりしてたら、28日っていつ？昨日の新聞なのかな？なんかに、なんか日本でセミナーがあったらしいですね。サイパンと、あの、サイパンの観光をもっと良くしていきましょうみたいな、旅行会社と、サイパンの方とで、もっと復活させましょうみたいなことがあったみたいですけど、ここに書いてあるのが、お決まりのようにいいことしか書いてなくて、もう一番はね、インフラとかも直していくとか書いてあるんだけど、多分マリアナリゾートのあの辺のことを言ってるのかなっていう感じだったんですけど、マリアナリゾートってやってないんだっけね。でも結構あの辺、ハートはなんかこの間見に行った時、ハートはやってるように見えたんですよね。またなんか出てきたぞ。メモリーがいっぱいです。やめてよ。メモリーがいっぱいとかまた出てきました。もうこういうのちょっとこういうので出てくるといきなり不安になりますね。パソコンが今度はメモリーがいっぱいって、昨日はストレージがいっぱいですとか出てきて、で OBS もう夜中ずっと戦って、配信をした時に OBS に録画っていうのと配信スタートっていうのを両方押すっていうので私は覚えてたんで、それをやっていたんですよ。そしたら全部の配信がもう今20回ぐらいライブ配信したやつが全部が蓄積されていってて、もういっぱいいっぱいだっていう状態になってて、 私はそれがないと YouTube って録画がされないんだと思っていたのに、いたからか。だからその考えが間違いだったことに昨日初めて気づいて、もうなんか昨日もパソコンもおかしかったし、X 元ツイッター、あれもう消えちゃったんですよ。いきなりツイッターでお知らせしようとしたら、自分のアカウントっていうかツイッターが携帯電話で全部ほとんどやってるんですけど、ツイッターがいなくなっちゃって、なくなっちゃうってどういうことなのかなと思いながら、またそこで引っかかっちゃうと配信できなくなっちゃうなと思って、昨日はちょっとスルーしながらいたんですけど、今日見たら現れたんですよ。もう本当に絶対なかったのに昨日で、今日で Facebook でシルバーとかを売ってるページがあるんですけど、そのページが2月の29日ぐらい、28日ぐらいかなに乗っ取られたんですよ、誰かに。
でその一つアカウントが使えなくなっちゃって、もうログインが二度とできない状態になってて、で新しいアカウントを立ち上げたら、そのアカウントも今日なんか異常なログインがありましたからチェックしてくださいっていうそういうページに変わっちゃって、それをいきなりこうチェックする羽目になったんですけどね。なんかおかしなことが重なってます。ちょっと嫌だなって感じなんですけど、でそのもう一回戻るけど、セミナーみたいのがあったみたいで、日本で観光地の施設の改善っていうのが話題に上がってたのが、多分マリアナリゾートあたりのことだと思われるんですけどね。インフラ整備って書いてあったんで、交通インフラの改善とかも書いてあって、環境整備のビーチとかの掃除、あとね、観光施設の導入って書いてありましたね。あと観光施設の導入とかさ、環境整備の中にね、治安の問題が入ってないんだよね。歩道やね、広場などの整備をするとかっていうのが書いてあるんだけど、景観の美しさ景観の美しさはもう十分美しいんだから、この島は。そうじゃなくて、やっぱりね、治安を過去最悪に悪いんじゃないかと思うよね、この治安。いや、昔も悪かったけど、今は対応をしていない。私の去年の強盗事件、12年前から遡れば、そこから何もやってもらってないんだけど、何一つやってくれてることがないんだけど、昨年の1月に起きた強盗事件、私の部屋まで入られた事件、あの事件に関してもいまだに、もう先週もガバナオフィスに連絡して、秘書の方っていうか、その方にもうどうなってんの、 AG オフィスから連絡が来るっていう話なのに、以前にAG オフィスに何回か連絡した時に、 AG オフィス初め刑事のとこに電話したら、刑事はもううちじゃないっていうのね、警察はうちじゃないで、今度は刑事のとこ行けって言って、刑事のとこ行って、刑事はそれもうちじゃないって言い始めて、で今度はAG オフィスにもそれは言った話だって言って、 AG オフィスに行けって言われて、 AG オフィスにアポイントも取って行ったら、バケーションでいないって言われて、もう本当に意味が分かんなくて、それから折り返しの電話を待ってるのに、何回かけても電話には出ないし、だから名前は知ってるんだけど、その AG オフィスの人だけど、男か女かもよくわからないし、折り返しも全くかかってこないから、もう先週もガバナオフィスに行って、どうなってるんだって聞いたら、じゃあなんとかするからって言われて待ってたけど、また何にも連絡がないから、また電話してみて、3日4日ぐらい前に電話したら、でそしたらその担当の人は、今週来ないからって言われて、じゃああなたなら対応できるのって聞いたら、できるって言うから、その人の名前を聞いて、その人に
話をしたんだけど、もう今日土曜日でしょ。全く連絡なし。こんなのって他の国じゃありえないよね。商品も撮られてるの、シルバーの写真とかも全部送ってきてるんだよね。これはお前のかって言って聞かれて、そうだって言ってるのが、もう山になったシルバーが写真撮られて送ってきているのに、1年以上だよ、返してこない。なおかつ銀行の説明も何にもなし。銀行乗っ取られて、ね、本当に普通に死んじゃえばって言われてるようなもんだよね。この後も泥棒は来てるわけだから、それでね、なんか環境整備とかセミナーの中に治安の問題が一つも入ってないっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなって思うんだよね。どう思います？本当。全くね、理解できないんだけどね、私の頭だったら、頭の中では。なるさん、こんばんは。こんばんはです。いきなりね、ちょっと白熱してしまいました。白熱っていうか、なんかこういうね、日本からビジネスチャンスとかも書いてあるんですよ。ビジネスチャンスじゃないよね、全く。今ビジネスに投資しようとしたら、もうまず政府の体制がなってないから、お金をドブに捨てるようなもんになると思うんだよね、多分。泥棒に新しいお店開けました、泥棒に入られました。でも何もできない、何もしない、対応できないっていうことに絶対に今なるから、ならなかったら今度差別になるわけだから、私のことは全部放ってあるわけだし、で他の人、タイ料理のレストランの人とかはなんかね、ちゃんと対応されてるみたいなんだよね。意味がわかんないんだよね、これ。本当に差別なんじゃないかと思っている今日この頃です。ナダルさん、こんばんは。ね、この状態でビジネスチャンスというのは詐欺に近いと思うんだよね。どう思います？ちゃんと警察が動くっていうようなことを、深夜さん、こんばんは。どう思いますかね。今ビジネスチャンスとかね、そんなことね、大きな声で言ってるような場合じゃないと思うんですよ。ちゃんとこっち側のエリアを、トイレとかそういうお掃除とかじゃなくて、もちろんそういうことももちろんだけど、やっぱり根本は警察がちゃんと、政府がちゃんと動く、政府が動くっていうことができないところは、新しいビジネスが入ってきたとしても、そこが泥棒入られました、何されましたって言ったって、でも何も検査も何もやってくれないんだよ。鑑識もやってくれないんだよ。こんなとこにビジネス出そうと思います？本当にね、それは危ない。
もうまずは政府がねそういうとこをしっかりやってくれてからの話だと思う。本当なんかね、このセミナーっていうのを聞きたかったよね。なんかいいことしか言わない人だらけの集まりなんじゃないかって。政府が絡んでやってるんだろうけど、ほんとね、観光客はもちろん戻ってきてほしいけど、安全に戻ってきてほしい。ほんとありえないからね、今の状態じゃ。みんなね、ローカルの人はあんまり怖がってないの。怖がってないっていうか、泥棒の被害にあんまり遭ったことないのよ。会うのはみんなエイリアン、日本人、韓国人、中国人、外から来てビジネスをやった人ばっかりなのよね、被害に遭うのは。それがやっぱりちょっとおかしな話だと思うんだよね。それを守らずして、はい、ビジネスチャンスです、今お店がないからあなたたちがお店を出せば儲かりますよとか、儲かんないっていうの。警察がなんとか、警察がじゃない、政府が警察の体制をちゃんと整えて、少なくとも例えば警察呼んで30分ぐらいは来ないから、普通にそれが普通だから、1時間来ない時もあるし、ポリスがそれが普通の話だからね。それ普通と思わないでしょ、日本の人たちは。警察呼べばすぐ来るとか思ってるでしょ。そんなないから。そんなのもうほぼほぼない。甘い。で強盗に入られたって、この1年去年の1月18日に強盗、うちは部屋にまで入られて、もう散々なもの持ってかれて、もしかしたら殺されてたかもしれない状態なのに、鑑識も入れなかったんだからね。初めトイレにまでうんちまでしてってるのに、犯人は本当それでも鑑識を入れないし、でもう意味が分かんなかったね。で今の今まで何の説明もないんだよ。刑事からももうないし、で商品も見つかってんのに、見つかったって言ってからもう1年以上帰ってきてもいないし、で銀行もその時乗っ取られたんだけど、説明もない。書類だけ渡せって言われて渡して、何もだよ、何も説明とか対処してくれない。で政府の私のそういう被害者に対してこう支援しなきゃいけないっていうような場所も、こっちだってやってもらえなきゃ腹立ってくるからっていうかね。その時にその人たちはクリスマス前で、まあオフィスの中にいたんだよ。犬の声がしてたから、ワンワンってちっちゃい犬の声が。だけどね、私がそんな時期に行ったらまたそういう話になっちゃうからって言って、多分イルスなんだけど、本人は認めなかったけど、イルスなんかしてないって3時で終わりだったからって、3時前に行ったからね、その時は。ほんとね、それからね、私のことをねケアしてくれなくなってんの。一切電話も来ないし、好き嫌いで物事をやってる。早く言えば政府の人間なのにね。で何か助けてくださいって言うと、私は政府の人間だからそういうことは助けられないとかね。
都合いい時に政府っていうことを出してくるから、私はガバメントの人間だからってガバメントの人間なんだけど、好き嫌いは嫌いだったら仕事しないから、そういうのが多いんですよ。そういうことを警察官でもやるから、警察官の若い人たちは全部じゃないんだけど、私のところに来た半分ぐらいの人はもう俺はポリスだって言って、なんかえばっちゃってんのね。もう日本の警察にもいるじゃない、成り立ての警察官が俺は警察だみたいな、もう下手にテレビとかに出てる警察24時の人、半分ぐらいは、半分以上か、テレビに出てるような人は結構優しくこう物事聞いたりするけど、ちょっと前の警察官なんかオラオラでこう人に物を聞いていったりするような人が多かったじゃないですか。あの状態が今でもサイパンは続いてるっていう感じでね。本当にね、この間も泥棒が入った時も、泥棒が私の敷地の中にいるにもかかわらず、警察はお前出てこいって、私に外に出てこいって言うんですよ。門を開けろって。その門まで行くまでにもしね、まだ泥棒がいて、まだ泥棒が潜んでいて、私がドアを開けた途端に殺されちゃったらどうすんのっていう感じなんですけど、本当に怖い状態だったから呼んだんですけど、もうそういうことを普通に平気でするんですよ。それを上の人にこういう状態なんだけどちょっとおかしくないかっていうことを連絡したら、イエス・キリストのビデオ YouTube 送ってきてこれを見ろとか言うんですよ。それもう私もいい加減腹立っちゃって、これはそのポリスたちに見せてやってくれって、私じゃないよっつって、違うでしょって、もうなんか全くそんで動かないんですよ。で12年前の話もそうだし、12年前の私が警察官に暴行された事件、それについても去年の10月に私たちが調べますってガバナーが言ったんですよ。でガバナーが手配をしたトップの警察が動いて、私とミーティングもして、ブルーカードっていうのも発行されて、でもいちいち全部書面にしてもうそれを交渉人のサインも受けて、いちいちもうなんか言うたんびにもうそれを全部残るようにこう警察ともやり取りしてるんですよね。警察ともガバメントとも司法長官ともそういう話をしたんですけど、パタッともう止まっちゃって、パタッと止まって、そんで強盗事件ですよ。殺されるなと思いましたよね、本当に。ちょっと短いビデオを作ったんで後で流しますけど、本当短いんだけどね、あんまり人いないからいいよね、大丈夫だよねあんまり人いるとあれだから、ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい本当にもうね、ありえない状況で、ちゃんとねこっち側が全てをきれいに、サイパンがきれいに、警察とかもこうやってちゃんと整ってますよっていうところで、もちろんね観光客でも、観光客の人はまだいいの、2、3日で帰るでしょ。
だから自分たちが安全で自分たちが安全な行動をしてればなんとかなるのよ。だけどビジネスチャンスとか言ってそんな投資家はずっと来たらずっといなきゃなんないんだから、そういう呼び方はしちゃいけないよね。ちゃんと自分たちがもう整えてから呼ぶってことをしないと、もう私みたいな被害に遭ったりする人を見るのはね、もう絶対に嫌だ。心が痛くなるし、もちろん自分のことも思い出すし、トラウマになってしまってるし、そういうことをしないでね。とりあえずはさ、日本のようにまではねいかないかもしれないけど、角々におまわりさんがいる。今日本も警察減ってるみたいだけど、サイパンほどじゃないよね。サイパンで警察なんかほぼほぼ見ないからね。ほぼほぼ。うちが強盗に入られた後からもうそれ何回泥棒来てるかな。もう結構溜まってますね、ブルーカードが。でもブルーカードをもらったからって何も進まないっていうのがこの島でもう、10年前ぐらいの時はもう3ヶ月間ぐらいの間に、100回ぐらい3ヶ月だから90日しかないから、3ヶ月の間に多分70回ぐらい泥棒入られてるんですよ。本当にね、あの時もう何もしてくれなかったし、でね、今回警察呼んだ時に警察官がうちに入ろうとするのに、じゃあ門を開けないならドアを壊すって言ってドアを蹴ってたんですよ。下の1階のドアを蹴って壊して、その後どうすんだですよね。蹴って壊して入ってきて、じゃあ無事だったってもしね、それはそれでいいけど、そのドアどうすんだって、ずっと今日から開いてる状態になったらもっと入りやすくするのはあなただよって言ったんですよ。他に方法があるでしょって、こっちをこういうふうに言って頭で考えて行動してよって言ったんだけど、逆にガーって言い返されましたね。本当にね、日本ではありえないっていうことがね普通に起きてるから、あれがねあの何の差っていうの、カルチャーの差なのかな。それが当然として生きてきた人だから、まだね多分30ぐらいだと思うんですよ。30手前ぐらいの人だと思うんですけど、なるさん怖いです。本当に警察官がそういう状態だから本当に怖いんですよ。本気で怖い。嘘で怖いとかないけど本気で怖いんですよ。だから観光客が来るには本当みんなね3日4日で帰るから、自分のことは結構自分で守れるし、そんなやばいようなあっちこっちっていうかやばいようなとこは行かないと思うんであれなんだけど、投資家にはね、だって何もしなくたってもうね本当にガラパン中あっちこっち泥棒入られてんですよ、みんな。私がブルーカード今56枚あるよとかって言ったら、何言ってんだよっつって今年になってもうこんなにあるよって見せ返してきた人がもう十何枚ぐらい持ってて
もうね、韓国の人だったんですけど、その人は韓国のお店をやってるオーナーさんなんですけど、その人のとこもそうやって入られてて、なんだかんだお酒を持ってったり、お酒を持っていくのにガラス壊したりするから、もう何千ドルっていう損害になっちゃって、ほんとね、道路直したのはねいいんだけど、綺麗にしたのはいいんだけど、監視カメラちゃんと動いてんのって感じ。また動いてないんだと思うんだけど、カジノ委員会がどうのこうのとか言って、お金が足りないからお金よこせなんてやってたけど、そんなとこよりもとりあえずは警察官まともな人を雇って、もっと警察が動くように。今一番トップがまともな人だから、絶対にまともに動くはずなんだよね、本当は。ガバナーも前に、昔のガバナーより1000倍ぐらいいいと思うんだよね、今のガバナー。昔のガバナーは、私がこういう事件に遭いましたっていうことを伝えても全く相手にしなかったわけで、それどころか家に中国人のマッサージの人を呼んでて、なんとか疑惑なんて新聞に出ちゃうぐらいの時代だったから、そういう人だったからって言った方がいいのかな。今のガバナーは1000倍ぐらいいいよね。今のガバナーはだって一応、私がこういうことがありましたって言ったら、じゃあ動きましょうっていうことをこう示唆してくれはしたから、そこで終わっちゃダメなんだけど、そういうことが多々あって、警察官もうとにかく法律家もみんな、その当時ポリスが犯罪者っていうことを、その人たちが言った言葉は、相手がチャモロなんだから、あなたは日本人でしょって言われて、諦めなきゃなんないっていうところに追い詰められて、でこういう話って結局は誰に話しても、その当時は誰に話しても、もちろんこっちの現地の人に話しても誰も対処してくれなかったし、いやって言って、で同じやっぱ日本人の人たちでもねそうなんだ、大変だねっていうぐらいで終わっちゃって、それがやっぱりね、私は関わらないでおこうみたいなね、関わりたくないっていう人の方が多かったから、日本の友達に話してもあんまり伝わらないでしょ、そういうことって。それでどんどんね、自分の中で闇に包まれていっちゃったんだけどね、自分で脱出するしかないっていうのは分かってても、もう英語も聞きたくなくなっていくし、もちろんそれで日本の友達に話しても、日本人の友達に話したりしてもね、そんなじゃあ立ち上がろうなんて言ってくれる人はいないから、一人でなんとかするしかなかったっていうの。それでもうだんだん日本語も喋るのも嫌になっちゃったっていう状態で、どんどん喋れなくなってったね。ほんと一部の人
一部の人しか喋れなくなってって、ちょっとね、こういうなんか今日はその記事を見つけちゃったから、何がセミナーだと思って、セミナーの中でじゃあ治安の問題のことも言ってくれって思ったんだよね。治安の問題には一つも触れてないから、ちょっとそれがねイラッとしちゃって、ムカッとしちゃって、で自分の状況、今の現状況でも警察は一歩も動いてないし、政府も一歩も動いてない。そういう中にね、やっぱり投資しようなんて言って甘い考えで来ちゃったらと危ないなって今は思うから、政府がねちゃんとそういうとこをしっかり責任持ちますよぐらいのね話をこのセミナーの中でしてくれるなら、してくれたならよかったなと思うんだけど、そういう話は一切出なくて、町のゴミの話とか新しい建設をするとか、そういう話しかしてなかったっていうのがちょっとねピリッときちゃったんだよね。読まなきゃよかったんだろうけど、でもね当時ね、人いないよね、いないね、当時ねと昔の YouTube を見てくれれば全部書いてあるんだけど、全部書いて何全部書いて、誰かに響いてくれとか思いながら書いてはいたんだけど、でもやっぱ当時っていうかもう何年も経ってからなんだけど、それでも自分の中では勇気を持ったつもりだったんだけどね、それでもなんかちゃんとしたことは書けていない。こういうもう警察こういう感じだからね。でね、このマイクロビーチで起きたんですよ。警察官が2人いきなり、毎日のように泥棒に入られてて、海に行ったんですよ。泣いて海行って、海で発散してたんですよね。友達のレストランに行ったらお客さんが入ってきたから、これ犯人なんですよ。犯人のうちの一人、顔出してもいいのかもしれないんだけど、何なのかなと思って顔は出してないけど、2人の警官のうちの1人、もう1人はイケメンで、もう1人の写真は子供の時の写真、当時25、6歳だと思うんですよね。この人も当時多分25、6歳だと思うんですけど、もうこのボコボコにされましたね。本当に手錠をかけられて、手錠の跡がもう次の日、手錠かけられて、そんで刑務所に入れられたんですよ、私その日で。刑務官にもちょっとやられて、ちょっとやられてって、そういう変なエッチの方じゃなくてね、刑務官にも蹴られたりして、手錠をかけて手錠を引っ張るから、手錠を引っ張って物事をやるんです。何でもするんですよ。道路引きずったり、砂の上を引きずったり、やっぱちょっとダメかな。ちょっとダメだ。喋そうほんとね、
頭で思い出しちゃうと喋れなくなっちゃうから、またダメだ、喋れるかなと思ったけど、喋った方がもっと楽になっていくなと思ったから、ちょっと作ってみたんだけど、もっとあるんですけど、おいおい喋っていきます。なんかね、まだ頭の中になんつうんだろう、出てきちゃうんですよ。まだ何がって言われると何がって説明するのが難しいんだけど、その光景を思い出しちゃうとちょっと嫌で、あとその後殺されそうに何回もその警察官たちにガンでピストルでこう頭に突きつけられて脅されたんですよ。脅されたっていうか本気で殺そうとしてたんですけど、もう一回はめちゃくちゃやばかった。あの車が通んなかったら殺されてたなっていう状態だったのがあったんですけど、そういうのがあって、こう YouTube で訴えていこうとか思って、昔って2、3年前、3年ぐらい前に始めてこう書いたんですけど、なんか書ききれないよね。なんか言葉で分かんない、自分の口で自分のイントネーションで言った方が相手にもみんなに分かってもらいやすいのかなと思って頑張って話そうかなって何回も思ってたんだけど、今日もちょっとだけトライしたけどちょっとまだ無理だわ。おいおい、動画はちょこっと作ってみたんだけど、短いのを、でなんかそれに合わせて説明するのが喋れないんじゃね、話にならないもんね。ちょっと意味がないことをやっちゃったな。ちょっと意味のないことをやってしまってすいません。今度もうちょっとね、ちゃんとAI に喋らしといた方がいいのかもしんないよね。文字で打っといて。昨日はパソコンの修理を一晩中修理っていうかリセットをかけようと思って一生懸命やってたんだけど、リセットになんないんだよね。リセットできませんみたいなことが出てきて、もうこのパソコン私と同じやんとか思いながらちょっと悲しくなっちゃったんだけど、もう全然何回押してもリセットならずみたいな状態になってて、日本人いないの？サイパンには正義はないですか？日本人はいますよ。正義は警察官当時の警察官と政府、そういうとこにはなかったですね。
なかった。なかったですね。いやでやっぱ殺されそうになるとやっぱ怖くなって家にいるしかなくなってくるんですよ。大々的に声を上げるっていうことを、大々的にもできなかったんだよね。なんかできなかったんだよね。でも知り合いとかには言いましたけどね。でも何も変わらずですね、やっぱりね。忘れなよとか言われることの方が多かったですね。忘れられないですね、ガンと。今でも忘れられないっていうのはありますから。うん。こういう状況が少しでも改善して違うようになっていかないと、ね、こんな綺麗な海なんだから、やっぱりね、そういうところもちゃんと綺麗になってってくれないと、もう今いるビジネスやってる人たちだって全員じゃないけど結構困ってると思うんですよ、みんな。泥棒に泥棒や強盗かなり困ってると思うんで、うちに入ってきたのなんかもう強盗のあの職業なんですよね、職業。私の私が知ってる人なんてあ例えばこういう工事にこういうものを使うからでこういうふうに言うとその人たちが持ってくるんだよって言ってましたもん。で買ってるんですよ、そういう人から安く。例えば$150ぐらいするような機械を$20ぐらいで買えちゃうから、その人たちはあの工事現場とか行って盗んでくるわけですよ。結局そういう人のオーダーがあるから、これ犯罪じゃんって言って、お前は分かってないななんて言われたりしてましたけど、分かってないと分かってないなはどっちのセリフだよって、そういうかって感じだったんだけどね、そういう世界が横行してた。だから今でもその人たちはそういう風に生きてるんだと思うから、両方がね、両方がそういう風に生きてるんだと思うから、そうね、そういうのはだって普通に私たちが暮らしててもこうやって分かることだから、気づくことだから、警察はもっと地元の人はもっと気づいてるはずだと思うんだよね。何丁目町会ぐらいの人数、日本の何丁目町会って言って例えばね、一丁目町会にって言ったらもう結構な人数がいるでしょ。なんとか町なんとか町っていうところにはもう何万人っていう人がいるじゃない。でも何万人の中何万人なんとか町っていうとこだと噂がかなり回るでしょ。あそこの子供はああいう風に生きてるとか。田舎なんか特にだから、サイパンなんか田舎だから、日本の東京みたいにね、東京とか都会みたいに隣の人分かりませんみたいな状況ではないから、噂はね絶対あると思うんだけど、そういうのを
やっぱ見て見ぬふりするんだよね。それが良くない。だからそこの辺がやっぱグアムとサイパンの差にも出てきてるんだよね。グアムの人たちは結構昔はあのサイパンの人をバカにしたり、同じ民族なんだよ。なんだけど自分の親戚がサイパンにいて、そうするとまだ裸足で歩いてるとか、そういうようなことを言ったりしてる人たちもいたよね。同じ同じ人種なのにね。だから発展しないんだなんて言ってたけど、その時代はグアムもまだね、あんなにミニハワイにはなっていない状態だったんだけど、やっぱちょっと差が出たよね。どん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 。グアムは準州ってこともあるんだけど、で準州っていうそういうとこにいるのもね、またそういう意味なのかもしれないし、あとまた戻っちゃうけど、グアム税制が違うよね。やっぱり利益に対しての税金だから、あっちは。こっちは売上に対しての税金だから。いや、これはね、小さい会社も大きい会社もそれなりにやっぱり辛いとこだと思うよ。こういう話をしたのかな、税金の話。税金の話、ビジネスチャンスですなんて言って書いてあったけど、ビジネスチャンスだということをいっぱい言って投資家を求めてたみたいだけど、ビジネスチャンスですって言って税金が売り上げに対してかかるんですよって聞いたら、みんなドン引きだと思うんだよね。経費は一切認められない。経費なんてものはサイパンには通用しませんよっていうことは言ったのかなって、ああいうセミナーとかでそういう話をしないと意味ないんだよね。今人が来ていないから、これから人を来させて、で例えばね、なんか建築とかにあの何ライフラインじゃなくてなんだっけ、深夜さん、グアムも日本人観光客が行かなくなってますよ。ああ、今そうなんだ。なんか韓国の人に大人気らしいですよね。サイパンに韓国の人もいなくなっちゃってるからな。グアム、いや、日本人の人は今結構、日本人って結構硬いから、円高、円安効いてるんじゃないかなと思うんだよね。ずっと150円台、昨日は149円ちょこっと入ってるみたいだけど、落ちたとしてもね、138円ぐらいまた上がっていくだろうから、どうせ162円ぐらいまでには一回行かないと下がりようがないんじゃないかなとも思うし、138円ぐらいがギリ落ちてくるようなところでしょ。やっぱ円高、ウォンなんて国際通貨に入ってないんだけど、申し訳ないけどね、韓国の人に。だけどそれでも韓国の人強いよね。もう結構海外旅行行ってサイパンにも来てるし、でなおかつケンジントンホテルとかに泊まる人多いから、結構なお値段すると思うんだけどね。ワ
若い人たちがケンジントンに泊まったりしてて、結構なお値段でしょって聞くと、結構なお値段ですって言ってるから、ちょっとね、韓国の人強いなと思う。あと中国の人も、中国の人はみんなね、お金持ち多いからね。お金持ちっていうのが日本の国民ぐらいいるわけだから、少なくともね。だからその人たちが今移動するからね、ちょっと桁が違いすぎてわかんないんだけどね。香港の人とか、香港はもう、そっか、香港は中国だからダメか。台湾か。台湾の人たちがね来てくれれば一番いいんだけどね。でもサイパンの人たちは地元のいい人たちね、いい人もいっぱいいるから、いい人たちが言うにはやっぱ日本人が戻ってくるのが一番いいななんていう声は聞くよね。韓国の人はお金使わないんだよなんていう話も聞くし、中国の人は使う時はめちゃくちゃ使うから、日本の人だってあんまり旅行慣れしちゃってるからね。韓国の人も旅行慣れしてるっていうことなんじゃないかなとも思うんだけど、昔の日本人、本当の昔の昔はね、組合とかそういう旅行が多くて、結構旅行慣れしてない人が添乗員の後について回ってるっていうあれがあったけど、そういうのがあって、バスでこうお土産屋さんとかによってそのお土産屋さんでめちゃくちゃ買うみたいなのがあったけど、今そういう日本人いないに等しいでしょ。なんなら自分でチケット取って行っちゃいますよっていう人の方が多いと思うから、なかなか添乗員つけてね行く人はいるのかな。いるのはいるのかもしれないけど、なかなかねあんまり多くはないと思うから、添乗員さんがいれば便利なのかもしれないけどね、それなりに。あんまり日本人の人で添乗員さんつけてっていうのあんまり見たことないよね、最近では。最近ってここ10年10年20年の話ね。私はあったかもしんないけど、添乗員さんのいる旅行なんて行ったことないかなもしれない、私は。ないかな。ほぼほぼ自分でチケットを取って行っちゃう方が多かったから。みんなどうですかね。みんな添乗員さんとかついてる旅行の方が安心なのかな。安心はすごい安心だとは思うんですけどね。どうなんだろう。今の若い人たちの中ね、ネットで取っちゃう人の方が多いような気がするんだけど、どうなんだろう。わかんないわ。韓国の人もねいっぱい来てた頃、みんな自分でエアを取って、ホテルも自分でネットで取ってきたっていう人の方が多かったよね。
韓国の安い宿とかがいっぱいあったからね、その時。今今なくなってんのかな。今裏の道、昨日も映したけど、昨日も映像に上げたけど、裏の道こうずっと上がってったらテントみたいのでホテルになってるところが何箇所かあったんだよね。みんな台風で多分なくなっちゃったんだと思うんだけど、ああいうとこ安かったと思うんだよな。あんなテントだったから。どうなのかな、みんな自分で取んないのかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと少々お待ちを。ごめんなさい。お待たせしました。ねえ、でもみんなはサイパンに来ようとか思わないのかな。円安だからやっぱりもっと円が高くなってからとか思っているのか、どうですかね、みんなは。今はお土産屋さんもあまりない。セレンティってやってんのかな、このホテル。なんか聞かないな。サイパン好きでダイビングに何度か行きました。なるさんはサイパンにダイビングで来てたんですね。今は来ないの？今は来ないんですかね。今はダメですか？円安、うん。今日ちょっと高い。ダメ？ 1 円ぐらいじゃ、1円？ 1 円ぐらい。ここ153円ぐらいから100、この辺でうろうろしてますよね、ずっとね。一回ちょっと落ちるんじゃないかなっていう感じも。ここを下抜ければ149円50、下抜けてくれればい
一回ちょっと落ちるんじゃないかなとも思うけど、そんなちょっとじゃダメかね。やっぱ120円ぐらいがちょうどいいのかな。120円とか125円とかぐらい。100円、100円時代をみんな知っちゃってるぐらいの人かな。ドル計算っていうと、ドルと円の計算だと100円計算っていう感じかな。そう考えちゃうとね、ちょっと今ちょっと高いかな。ちょい高い。でもね、この間もパスタ、元ソルティーズの場所がパスタとパンケーキ屋さんになったんだけど、パスタが7ドルぐらいでお昼食べれる。安くない？これは7ドル、1000円ぐらいじゃない？これはダメ？ちょっとそれは安いなと思ったんだけど。落とした。ちょっとお待ちください。落とした。ちょっと待ってくださいね。すいません、水をぶんまけちゃった。やっちゃった。やっちゃいました。ここにマウスとかがあったから、ちょっとあれでどっか行っちゃった。やっちゃった。もう後で拭きます。三浦さんみたいになるのが怖くていけない？何三浦さん。何三浦さん。円安はやっぱ辛いですね。やっぱり辛いですね。三浦さん、深夜さん、三浦さん。オレンジの三浦さんオレンジ色の三浦さん、三浦知良さんってこと？なんで三浦さんにならないでしょう、深夜さん。三浦さん犯罪者だったからロス疑惑かなんかであれでしょ三浦知良さんでしょ。なんで三浦知良さんはロス疑惑かなんかで捕まったんだよね、あの人。違ったっけ？ロス疑惑っていうのが昔あって、そのロス疑惑が奥さんかなんかを殺しちゃった疑惑かなんかで捕まったんだよね。違ったっけ？ジョーク。ジョークですか？すいません。三浦さんの時はね、報道陣がすごかったですよね。報道陣いっぱい来て、うちの店が Wi-Fi があったから、みんなこう記事を送ってましたね、日本に。バン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 パソコンでこうなんかやりながら、編集しながら送ってたのかな。あれなんだろう、編集はしないで送ってたのかな。ものすごい記者の人来てましたね。ロス疑惑自体がなんかあまりよく分かってない。
元の奥さんを殺しちゃった疑惑ですよね、あれ確か。多分ね、あの人も一部では殺されたんじゃないかって言われてるし、うん、自殺とは言われてるけど、うん、真相はわからないですね。見たわけじゃないから、もちろん真相は藪の中。うん、川田泰治さんだってそうでしょ。あの人も殺されたんじゃないかって一部では言われてるし、あの人も自殺って書かれてはいるけど、どうなんだろう、私はそうは思わないっていう感じ。自分が受けたことで、なんかね、刑務所に入れられた時も変なね、一人部屋に入れられたんですよ。窓も何もない。ここで蹴られたりなんだりしても誰も気づかないし、自分の経験上は絶対って言っていいほど、もう私は殺されると思ったから自分の名前を一晩中言ってましたね。朝まで朝までっていうか、あの明るくなって人がみんなちょろちょろ出回るまで、違う人が朝の6時か5時だかに変わるんですよ。その人たちに変わると態度が違うんですよ。お水くださいって言えばお水をまだもらえたり、もう夜中の時はもう地獄でしたね。ほんとずっと自分の名前を泣きながら、私はここにいますってずっと言ってましたね。そうすると捕まってる人たち、まあでもね、犯罪者が捕まってるわけだから、そんなポリスだって隠蔽するぐらいなんだから、犯罪者にそんなことを訴えかけても無理なのかもしれないなとは思ったけど、でも誰かが私の名前を聞いていて、なんかそういう正義を持っている人がいれば、もし殺されても誰かがそう言ってくれるんじゃないかっていうのに思いをかけて、もずっと朝までっていう、ずっと言ってましたね。自分の名前を言い続けてた。そういうことを考えると、うん、どうなのかなって思いますよね。うん、だってあんな、なんか袖の長い手錠を外されても袖の長いトレーナーみたいのを着せられて、手分かれちゃったら動けなくなっちゃうんですよ。あれ男の人でも動けないと思うから、やっぱりね、なかなかどこが本当なのかはわからない。この間だって刑務所の中でなんかレイプされた人がいて、犯罪者が犯罪者を犯したみたいな。なんでそんなことが刑務所の中で今の時代に起きるのって、誰かがそこの手錠を外したとかっていう記事になってましたけど、ね、ありえないことなのにありえてるっていうところだから、とにかくそういうね事件がなくならないと、こういうこういうことを私ずっとね、新聞社マリアナスバラエティにも、ここのテレビ局にも、テレビ局になんて全部私この交渉人の書類の入ったものも全部渡してるんですよ。それなのに記事にしないですからね。
ちょっとね今大手が記事にしてくれるのを願ってるんですけど、ここじゃないですけど、ここサイパンはもう新聞社一つしかなくなっちゃったし、マリアナバラエティしかなくなっちゃったから、もうそこはもう政府がダメって言ったら書かないでしょうから。でテレビ局だってそこしかないから書かないし、全部書類も写真とかも出してもね、こういうことがあったんだっていうことぐらい書いてもいいじゃん。なんかブルーカードが発行された12年前の疑惑について、再捜査が入るっていう、ブルーカードが渡されたとかっていうのだって記事になってもいいのに、もう一切記事にしてくんないですからね、全く。そういうのを記事にしないで、もうなんか他の楽しいようなこととかばっかり記事になってるっていうのがね、本当意味がわからない。なんかね、日本人をこれ以上騙さないでくれっていう思いもあるしね。ほんとね、もういい島だからこそいい政治になってほしい。今回は光があると思ってるんですよね、本当に。ガバナが動いてくれたっていうのが、今まで本当に身動き一つしなかった人たちが動いたわけだから。今ガバナーも変わってるし、もちろん警察署長も変わってるから、ちょっと光が見えたと思ってるんだけど、見えたはずなんだけど、もう1年何も動いてくれないから。去年じゃないわ、一昨年の10月だ。もう1年以上経っちゃったんだ、光が見えたかなと思ってから。そんでだから、一昨年の10月にそのブルーカードが12年前の件のことで発行されて、再調査になって、で似顔絵とか、似顔絵じゃない、写真とか見せられたけど、全く違う人の名前分かってんのになんで分かんないのか分かんないんだけど。深夜さん、ストリートビューでガラパンを見たら10年以上前の画像でしたけど、結構変わってました。洞窟も確認できました。洞窟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 スロット洞窟。ガラパンは変わったよね。ストリートビューそんな古いの使ってるんだ。10年以上10年そんな10年以上前の画像じゃ随分違うよね。だってここ5年ぐらいで、56年でもうめちゃくちゃ変わったわけだからね。私のちょっと動画を見てもらえればわかるけど、やばいほど何もないからね。リじゃん、確認しました。ありがとうございます。てかないよね、洞窟。洞窟があった頃の写真が載ってるってことかな、ストリートビュー。もしかしてそうかもしれない。見たことない、ストリートビュー。サイパン、なんだっけ、 Google マップはよく最近見るけど、本当になんか私は昔若い頃はダイビングをやったりなんだりしてたけど、仕事をし始めちゃってからは仕事の行き帰りしかしてないなと思って、
本当に知らないなサイパンって感じ。サメもいました。サメもいました。あらら、サメもいましたか。古いな。古い写真だな、本当に。ストリートビューか。見てみよう、今度。本当ね、私、この辺の、この今映ってるところの道ぐらいしか歩かなかったから、家とお店との行き帰りしか行動してない。どこも行動してないから、私本当に知らないなと思って。みんなサイパンに住んでる人はここにこういうとこがあるよとかって言っていろいろ知ってる人が多いんだけど、全く知らないなって。まあ、行ったことはあるんだけど、行ったことはあったりするんだけど、結構ね、いろんなとこでも覚える気がないのかな。全く覚えてない。ああ、行った行ったって言われてみれば行った行ったみたいなところの方が多くて、こんな道通ったことないっていうところが多いから、私通ったことなくはないんだろうけど覚えてない、本当に。もうちょっと前に友達の家を探しにちょっと入ってったところで、ずーっと通り過ぎて入ってっちゃって、いやこれどこまで行っちゃうんだろうっていうような、なんか怖い感じになっちゃって、迷った迷った思い出がある。まだここ最近の話、1年も経ってないところ。こんなとこ入ってきたことないよなって、感じだった。昔ね、昔々その昔にサイパンを縦断、南から北までビーチロードとかを使うんじゃなくて縦断をするっていう企画があったんですよ、テレビの企画で。それでなんかロケハンでっていうか、タレントさんも一緒だったんですけど、こう縦断するのをテレビの企画でやってみようかっていうのがあったんですけど、できなかったですね。ススペコとか、ススペコだったかな、湖あるよね、あの辺がすごい邪魔なんですよね。あの辺を回避しないとあそこ入っていけないし、許可取るのになんかね、難しかったんですよ、その当時。だからちょっと違う企画になっちゃったんですけど、いやー、あの時ね、なんかジャングル突き抜けたりいろいろやってましたね。やってみたっていうのがありましたね。ちょっと怖かったけど、楽しくもあり怖くもありだったけど、若かったからできたっていう感じで。もう一回行けって言われてももう今行けないけど、どこだったか、どういうふうにどうやって進んだか全く覚えてないけど、縦断っていう企画がありましたね。だね、あのこの当時観光局の許可があればまだなんか撮影できるみたいなノリだったんですけど、このねまたその辺にね
悪いやつがいるんだ。日本人の子がいて、結構その人たちいい子たちであれなんですけど、また悪いのが後ろにいてね、お金の話になっちゃうんですよね、そういうのがね。で結局なくなっちゃうような話もあったし、そんなんならいいやみたいな。向こうはね、日本からしたら結構サイパンをあの盛り上げようみたいな、そういう話だったのに、そういうのもね、結局はちょっと汚いものが見えちゃうとやっぱり引いていくじゃないですか。そういうこともありましたね。なんだっけ、ひろゆきさんの東出君とひろゆきさんのこの間 YouTube で南米に置いてきたみたいなやつ見てね、ああいう企画、まあ南米だから話が通るんだろうけど、ちょっとあれもハマりましたね、見ててね。ペルーとかのやつもあって砂漠だらけ、あれより絵になるんじゃないかと思うんだけど。皆さん、777の横の中国人が経営してたちっちゃい店がなくなってたのが寂しかった。このママ一番仲良しだった。777の横の中国人が経営してたちっちゃい店、777横の中国人が経営してたちっちゃい店、777の横にあっちか、777ってガラパンか。747じゃないね。777あっちか。ポーカーか。ポーカーの横に中国人のお店、ちっちゃいお店、両脇にあったよね。ちっちゃいお店。コンビニみたいな店あったよね。あった。あのビル何もなくなってるからね、今ね。外側綺麗になっちゃってるしね。ポーカーのとこね、何もなくなってるね。ちっちゃい店なんかあったけど覚えてないな。でもああいうとこでやってた中国人の人って多分サイパンにいて、どっかでまたやってると思うんだよね。パワーあるよ、多分。あそこなんかだって多分立て直しかなんかで出ただけなんじゃないかなとも思うし。ちょっと待って、多分立て直しで出たんだと思うんだよね、あそこ。ちょっと待ってね。ああいうとこあたりのお店の中国人の人って結構パワーあるから。ポーカーやりました？ポーカー昔やりましたよ、私。ハマるほどはやんないけど私やったよ。
なんか負ける気しかしないよね、ポーカーね。ちょっと待ってね、薬飲む。すいません。ポーカーも人気あるんだろうね。だってポーカーハウスの前に必ずいっぱい車止まってるから、あれもポーカーの台も1台につきすごい税金なんだよね。ロイヤル出したの？出しました？出してませんよ。出してません。出してません。ロイヤルなんか出したことない。見たことある。出してるのを見たことあるな。出したことないよな、ロイヤルなんて。ないと思う。出したかな。なんかでも、なんか出るとビコ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 なるんだよね、台が。そういう覚えはあるけど、何が出たか忘れた。何が出たんだかわかんないけど、ビコ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 、台が騒いでたことはある。まあ、あれも勝てないよね。やっぱり設定だからパチンコと同じで設定には勝てない。深夜さんはポーカーやってたのかな。みんなポーカーやってます？サイパン来たことある人。やってないのかな。あんまり観光客の人が行ってるのも見たことないから、あんまりね。ちょっとやりたいって言って遊びで行くような人はいたけど、カジノがあった時はね、みんなお客さんカジノに行くから一緒にね行ってたけど、テニアンのカジノの時もそうだし、昔のね、去年まであったテニアンのカジノは全く知らなかったけど、去年まで1年間テニアンのカジノがあったことも知らなかったんだけど、この前昔のテニアンのカジノの時はお客さんとねよく行ったりしてたけど、ポーカーはね勝てる気せん。まあ、全てが言わせる人に言わせると全てがAI だから勝てるわけないんだよとかっていう人もいるし、そうなのって思うんだけどね。カードゲームも AI っていうだけじゃちょっとね片付けられないと思うんだけど、人の手がこう刻んでるわけだからさ、なんか勝てるような望みもあるんじゃないのとも思うし、ルーレットは AI なのって言われちゃったらそうなのかもしれないけど、磁石なのって言われちゃったらそうなのかもしれないって思うけど、ポーカーはポーカーとかパチンコっていうのはやっぱりね確率の問題になっちゃうから、その時に運がいい人が出るようなもんだろうからね。出る気がせん。出る気がしない。日本で今ポーカー流行ってるみたいですよね。なんか YouTube で見たな、ポーカー対決みたいなやってるの。
ポーカーの大会が昔はテニアンとかでもあって、日本人の人が優勝してたことがあったな。何千万ってもらえるんだよね、あれ。ガラパンに染まるとポーカーハウスに入って無料のコーラを飲んで遊ばずに出ていく。そうなの？ポーカーハウスに入ると無料でコーラ飲めんの？そうなの？知らなかった。コーラくださいって言うとコーラくれんのかな？知らなかった。知らない。初めて聞きました。コーラくれるの？知らなかった。なんか飲み物くれたかな？くれるほどいなかったのかな？コーラとビールもくれる？アルコールは無理か。コーラと深夜さん、そこで止めないで。コーラとコーヒーもくれんの？コーヒーもくれるんだ。知らなかった。今もくれるのかな？じゃあ今結構綺麗な、なんか見た目外から見た目は綺麗なポーカーショップしか残ってないから、B なんだっけあそこ、またわかんないけど、なんとかホテルの1階と、なんとかホテル、ビーチロードホテルじゃなくて、忘れた。あそこの1階と、あとガラパンはセンチュリーホテルの横と、街の中にないんだよね。街の中にはポーカーを見てませんね。見てない。コーラとコーヒータダでくれるんだ。ツーリストの人ね。じゃあ何もしなくて、5ドルぐらい遊んでもいいかもしれないしね。経験、どっかでポーカーハウス見たら、小汚いとこはあんまり入らない方がいいと思うけど、小綺麗なところならね、多分安全だと思うから。安全っていう言葉は似合わないけどただで飲めるんじゃね、いいね。知らなかった。コーラとコーヒーが出てくるんだ。もうビールは、お酒はやっぱアルコールは出さないか、さすがに。アルコールはまずいよね。とギャンブル場で、でもカジノはアルコール出すもんな。ポーカーハウスとちょっと違うのかな。ロイヤル出すと観光客は 20%、ローカルは 10% のタクス。そう言ってたよね。そう観光客は 20% なんだ。ローカルは 10% って聞いた。ロイヤルがいくらになるのかわかんないんだけどさ。10% と 20% なんだね。なるほど。
観光客は20%取られちゃうんだ。あ、ローカルはそっか。あれか。ビザがあるからか。そっかそっか。なるほどね。ロイヤルだな。ロイヤル、まあ、出して取られるんだから、まあいいよね。まあ、危ない、汚くないとこなら、まあ中は見てないんでわかんないんだけど、どんな雰囲気か。雰囲気を見てないからな、中の。昔は、やっぱ小汚いとこあんまりいい、いい感じの人が出てこなかったもんね。ちょっと小綺麗なとこは、セブンセブンセブンなんか意外と安全な方だったんじゃないのかなとも思うし、そうでもないか。ね。ポーカーハウスも随分なくなった。本当にもっといっぱいあったイメージだったけど、見てみるとないなって感じ。ビーチビーチハファダイの前のホテルなんだっけ。デューティーフリーの隣のホテルなんだっけ。忘れちゃった。ビーチ引っかかっちゃった。またそこでビーチビーチガーデン、違う違う、ビーチ、違う違う、なんだっけな。ビーチなんでしたっけ。深夜さんなんだっけな。知ってる人。ビーチ思い出せない。ビーチわあ、また引っかかっちゃった。もうこういう思い出せないものがあると引っかかっちゃうんだよな。次の言葉が出てこなくなっちゃうんだよな。なんだっけな。なんていうホテルだっけ。深夜さんご存知でしょ。教えてください。ビーチバンコブグアムの後ろ横のホテルなんだっけ。ビーチなんだったっけな。忘れちゃったな。やってんのかな、そこのホテル。なんかやってる雰囲気がなかったな。オーシャンビューオーシャンビューだ。全然ビーチじゃないや。オーシャンビューホテルだ。オーシャンビューホテルの横の1階にポーカーハウスが今できてるんだけど、昔文房具屋さんとこだったかな。あそこは小綺麗な、お外から見たら作りになってる。オーシャンビューホテルだ。全然ビーチじゃないじゃんね。間違えた。オーシャンビューホテル全然違う。ダイビング、なるさん、ダイビングそこに行きました。そこどこ。オーシャンビューホテル。オーシャンビューホテルにダイビングあったっけ。パルダイビング。パルさんパルダイビングかな。オーシャンビューホテルのことを言ってるんだったら、多分パルダイビングだよね。あれオーシャンビューホテルにあったダイビングショップはパル
だと思うんですけど、ずいぶん前、ずいぶん前だよ。20年ぐらい経ってんじゃないかな、多分。その後もダイビングショップあったかな。わかんないや。わかんないや。なんかあったかな、パルダイビングが。パルダイビング、紹介で行きました。紹介でお知り合いがいたのかな。じゃあだとね、便利でいいですよね。安心して行けるしね。パルダイビングかな。でもその後なんかダイビングショップあったっけな、あそこオーシャンビューの中で。旅行会社、なるさん旅行会社さんなのね。旅行会社の紹介で行ったんですね。なるほどなるほどなるほど。なんていう何があったっけ。春オーシャンビュー。ああ、ダメだ、記憶が。オーシャンビューに入ってたのってパルダイビングしか思いつかないんだけど、なんか入ってたっけな。忘れちゃった。浅井くんのダイビングショップなんだっけ。忘れちゃった。もうそれもわかんない。ダメですね。なんか名前が全然出てこなくなっちゃった。止まっちゃう。自力でオーシャンビューを思い出したのがちょっと精一杯だわ。あと何も名前が出てこないね。だんだんそがれていっちゃうんですよね、記憶がね。記憶が自分の本当に必要なことっていうか、忘れたいことの方が忘れられないで、忘れなくていいことは忘れてっちゃったりするんですよね。旅行会社さんでダイビングをあれしてたんですね。じゃあまだこうリピーターさんっていう感じじゃなかったんですね。サイパンには来たいと思いませんかね。なるさんさっき来たいって言ってたけど、来たいって言ってくれてたよね。勘違いだ。円安だからって言ってましたね。今海外旅行控えてる人も多いのかな、もしかしたら。顔は思い出せるけど名前が出てこない。わかる。深夜さん、そうですよね。顔はそう思い出せるんだけど、名前出てこなかったりね。もう店の場所とか店の面構えとかは思い出せるんだけど、その店名忘れちゃったりね。もう全然出てこない。深夜さんはでも覚えてる方だよ、いろいろ。すごいと思う。私より少なくとも知ってる。私も全然ここにいても知らない人だからね。
なんか事件とかそういうことの方が知ってるって感じ。いろいろどこに何があるっていうのをよく知らない。今こうやってあの動画を回すようになったから、撮るようになったから、ここにこんなのもあるんだなっていうのが最近わかるけど、こう動画を見直してね、撮ってる時はまたこう見てないんだよね、ほぼ。で撮り終わって編集してる時に、こんなとこにこれがあるんだとか思ったり、知らなかったっていうのが多い私は特に。ほんとね、仕事の時は家と仕事しかしてこなかったっていうような感じだったからね。今映ったフィリピン人の方がやってるバー、なんかあのギターとかが入る、生ライブが入る、生演奏が入るバーがあそこ2軒並んでるんだけど、この間やってなかったんだけど、どうなんだろう。緑色の方が1軒やってなかったんだよね。まだ時間が早かったのかな。あの辺もみんなコロナの後にできたような、コロナ禍かコロナの後にできたようなところばっかりだから、体力ありますよね。その頃からずっと、その頃に立ち上げて、本当にお客なんていないような状態。今もいないけど今も本当にいないんだけど、今日もね撮った映像があったんだけど、もう本当にいなかったですね。今来たら本当どこもプライベートビーチ、プライベートビーチ感がもう満載だから、ウィンドだって、風収まっちゃった。もうあれ、ウィンドのチームも来てないんじゃないの？来たのかな。ウィンドとかファイトのチームも来てないんじゃないかな、もしかしたら。毎年のようにウィンドのチームは毎年来てたんだけど、どうなんだろう。大会もなくなっちゃったっていうからね、来なくなっちゃったのかな。大会がなくなっちゃったから来なくなっちゃったのかな。遠浅でね、ウィンドとかやるのにはすごいいい場所なんだけどね、カイトとか。もしかしたら風のある時期に来てたのかもしれないけど、全く知らないや。1月後半ぐらいから2月ぐらいの間だと思うんだけど、風がある時期。今ちょっと落ち着いてきちゃう時だと思うから、ね、もう時期じゃなくなってくるのかなっていう感じはするけどいや、そういう感じですね。また明日ちょっと動画を上げて、今日はね違うような動画をねちょっとやっていきたかったんだけどな。ハードロックカフェも金曜ハードロックカフェハードロックカフェも金曜日の夜はバンドやってました。本当？
ハードロックカフェがないぞ。そういえばあった。え、あれはハードロックカフェあった。ないよね。ないない、看板ないよね。全然気にしてなかったぞ。ハードロックカフェ、あのでっかい看あそこにあったでっかい看板どこ行っちゃって。ないよね。映像に映ってないよね、確か。あれれ、知らない間になくなっちゃったんだね、多分。あれ、映像に残ってなかったよね。あれ、ハードロックカフェないよな。見てない、ないよね。もっと手前から映してよって感じだな。あれ、ないと思う、多分。いつなくなったんだろう、ハードロックカフェ。知らないや。気づかないうちになくなってました。仕方ないですよね。デューティーフリーも閉まる状態なんだから。ハードロックカフェはもう得意になかったのかな、もしかしたら。うん。いや、今深夜さんが言ってくれなきゃ、ハードロックカフェの存在も。深夜さん、本当にローカルですか？ねえ、本当だよね。私これ日本の東京からやってるような感じだよね、これじゃね。あれ、ハードロックカフェ、本当にいつやってたん、いつなくなったんだろう。本当にローカルですか疑惑だよね、これじゃね。東京でやってますって言ってもわかんないよね。ちょっと回線が遅いぐらいで。ああ、そうか、そういう手もあるんだよね、日本。うーん、別にこうタイパンの映像を出さなくても日本でやってる体でやってもいいんだもんね。そういう人もいるだろうね、きっとね。ね、日本でやってる体でありありだよね。その方が見バレもしなくていいかもしれない。日本日本日本のなんかを持ってる人、例えばね、ゲームとか、ゲームでもいいし FX とかでもいいよね。なんかそういうのなら日本でやってる体でやってれば。でもみんな喋ってんのが、喋りながら何かをやってるっていうのがすごいよね。ゲームを喋りながらやったり、うん、FX なんかは喋りながらお金を動かしてたり。もうすごいなと思う、あれ。喋りながらなんか手なんか動かせないもんね。水飲むのが精一杯だ私。ああいうのすごいと思う。っていうかもうね、ゲームの人たちほんと不思議なんだよな。パソコンやっぱ2台なのかな。画面を2台なのかな。こう画面を2台用意してやんないと何事もできないと思うんだよね、こんなちっちゃい画面じゃ。じゃなきゃなんか27インチぐらいのこうデスクトップかなんかでやってんのかな。ノートパソコンじゃちっちゃくてダメな。あの何も見えないですけど、自分の撮ってる映像だってろくに見えないのに。ああいう人たちどうやってんのかな、本当知りたいわ。これもう今日で多分ライブ配信21回目ぐらいなんだけど、何もこっからこ
YouTube を設定をどういう風にするとか、 OBS の設定をどういう風にしたらいいとか、そういうのが進歩してないんだよね、全く。練習ができないもんね、これね。どうやってやってんだろう、みんな。聞いてもね、教えてくんないんだよね。違うような話をしてるから。で、YouTube の説明とか OBS の説明してる人って、グリーンフラッシュみたいな。グリーンフラッシュは今の時期じゃない？冬から夏にかけての。でも曇ってるもんな。雲が多いからグリーンフラッシュ見れないね。今は今日とかも無理だったね。夕方に携帯とかでライブやろうかなと思ったんだけど、今日暑すぎてね、テラスでこう海と夕日をこう置いてやろうかなと思ったんだけど、心配なのがまたこの間みたいな映像になっちゃったら、あれ動いてたからダメなのか、止まってれば映るのか、ネットが遅いからどうにもなんないのかもしんないしね。でライブ配信をやっても夕日も映んない状態で、あんな目隠しみたいな状態になってたら嫌だしなと思ったし、あと暑かったからやめてしまったんだよね。で結局夜になっちゃったんだよね。この時間にちょっとやりたかったんだよね、夕日が。ちょっと綺麗っぽいかもしんないと思ったから。夕日はね、夕焼けのピンクになる時がやっぱり好きですね。部屋の中がもう真っピンクになるぐらいに夕焼けになるような時がかな。グリーンフラッシュは見ると幸せになるって言われてるけど、何回も見てるけどね、いいよね。何回も見てるよ、もう。明日はね、今日も動画流せなかったんだけど、今日のはちょっと趣旨が違う動画だったんだけど、明日はねちょっとね、どっちかな、夕日のもあるんだけど、明日は明日になって考えましょう。また明日ゆるりとライブをさせてもらいたいと思います。今日はありがとうございました。深夜さん、なるさん、なばるさん、ありがとうございます。それと皆さん、見ていただいてる皆さん、ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録と、いいねよろしくお願いします。でもしねよかったらまた明日も来ていただけるとありがたいなと思います。深夜さんおやすみなさいね。こんなゆるりとやってるチャンネルなんですけど、
本当にサイパン住んでんのかって言われちゃうようなチャンネルですけどもしよかったら来てください。よろしくお願いします。またです。ではおやすみなさい。失礼します。ありがとうございました。どこだっけ、これだよね。終了。